痩せるためのウォーキング、もちろん良いんですが、大きな問題があります。普段動かしている範囲でしか体を動かさないことです。だから60分いきなりウォーキングするよりも、ストレッチで体を柔らかくしてからマンションでもできる簡単な有酸素運動やった方が効率的に痩せます。スマホは床に置いて足を伸ばして座りましょう。つま先は真上向けていただいて、足の長さチェックします。くるぶし、足先合わせて、これぐらいだなと覚えておいてください。1回で足が伸びるのがわかるので期待しててください。まずはウォーミングアップで開脚していきましょう。開けるとこまで開脚して、ゆっくり前に倒れる。無理しなくて大丈夫です。内ももがね、気持ちいいぐらいで伸びてるぐらいまでで OK です。これ理想はおでこが床について、開脚が120度以上開くことなんですが、最低でも90度開いて、肘が床につくぐらいまで行ってほしいです。これもね、ビフォーアフター変化出ますので、楽しみにしててください。無理ない範囲で呼吸止めないようにやっていきましょう。よし、OK。そしたら次、このあぐらみたいな状態にして、右足を左、こっちに持ってきます。で、この右足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻、伸びる感覚あれば、OK です。伸びますか？呼吸止めないようにして、肩力入らないようにしてください。この体勢できない方は、右足、この辺でもいいです。右のお尻が伸びてればそれで OK です。頑張れる方は、右足をお腹にしっかりつけて、ピンと背筋伸ばすと、より伸びてきます。肩は力入れすぎないで、呼吸止めないようにしましょう。OK。そしたら次は、この右足を両手でこんな感じで持ち上げます。このまま左右に揺らしていきます。持てる人はね、こうやって肘に引っ掛けてもいいですが、硬い人は、これぐらいの位置で、こうやって揺らすだけでも OK です。なるべくね、股関節を大きく揺らす。持ち上げれる人は、なるべく高くまで、こうやって持ち上げて揺らすといいと思います。ただね、肩腰痛い方は無理しないでください。股関節をね、ゆるーく揺らしてます。呼吸止めないようにしましょう。OK。そしたら次は、このあぐらの状態から、右足をちょっと前に出す。この状態で、体真正面に倒していきます。右のお尻伸びれば OK です。どうですか？伸びますか？これもね、理想はおでこが床につくことなんですが、僕もまだつかないです。皆さんどうですか？最低でもね、肘が床につくぐらいまでは行ってほしいです。お尻、この裏もも、外ももあたり伸びてれば OK です。呼吸止めないようにして、ちょっとずつ前に進めると良いと思います。肩の力抜いて、ちょっとずつ前に進む。OK。そしたら次は右足を伸ばしましょう。こんな感じです。で、このまま、右足の方に向かって体を倒すと、裏もも、膝の裏伸びてくると思います。余裕がある人だけ手でつま先掴みましょう。さらにね、欲を言えば、このかかとをね、向こうにぐーっと突き出すイメージ。足を向こうにぐーっと突き出すイメージで行うとより伸びます。足を向こうに突き出すのはちょっとね、難しいと思うので、裏もも、膝の裏が伸びてればとりあえず OK です。きつい人は手をこの辺で添えてるだけでももちろん OK です。呼吸止めないようにしましょう。OK。そしたらね、右足伸ばしたままで、なるべく股関節開きましょう。で、今度真正面に体倒していきます。右の内もも伸びる感覚あれば OK です。つま先がこう倒れてしまってもいいんですが、なるべく真上向けた方が内ももはよく伸びます。ただ無理してもね、仕方ないので、気持ちいいぐらいで内もも伸ばしましょう。呼吸止めないようにしましょう。この膝のあたりとかね、こうピーンと嫌な感じがする方は、そこをちょっとね、軽くマッサージしたり、さすったりすると嫌な感じ抜けると思います。OK。じゃあこれで足の長さチェックやってみましょう。これでピッてやるとわかります？右足めちゃめちゃ伸びたんです。皆さんどうですか？変化出てますか？このまま左足もやっていきますよ。そしたらあぐらの状態にして、この左足を右こっちに持ってきます。
で、この左足をお腹にグッとつけます。左のお尻、伸びる感覚あれば OK です。どうでしょう、伸びますか？なるべくピンと姿勢正すとね、より伸びます。この足きつい人は、こうやって前に出してでも OK です。左のお尻が伸びれば結論それで正解です。呼吸止めないようにして、肩はね、力入れすぎないようにしましょう。よし、OK。そしたら次は、左足を両手で持ち上げます。こんな感じです。で、左右に揺らしてきます。余裕がある人はこんな感じでね、肘にかけて、なるべく高い位置で揺らすといいですが、硬い人はね、これできないと思うので、こうやって足持って、この辺で揺らすだけでも OK。呼吸を止めないで、肩、力入れすぎないようにしてくださいね。きつかったらね、サボりでも OK。再生速度変えてね、自分のペースでやってもいいです。サボりながらズボラに乾燥しましょう。よし、OK。そしたら次は、あぐらの状態から左足をちょっと前に出して、体正面に倒していきます。左のお尻伸びる感覚、皆さんどうですか？ありますか？これもね、理想はおでこが床につくことです。最低でもね、肘は床についてほしい。皆さんどうでしょうか？最初に足の長さチェックしたんですが、左右差あった方は、この動画終わった後にね、短い方の足だけもう一回やってあげるとね、左右のバランス整うと思います。OK。そしたら次、左足伸ばしましょう。で、左足の方に向かって体を倒していきます。左の裏もも、膝の裏、伸びる感覚あれば OK です。余裕ある人は手でつま先掴みましょう。まだ余裕ある人は、先ほどお伝えしたように、かかとをね、奥にぐーっと突き出すと、より膝の裏、裏もも伸びます。ただね、かかと突き出すの結構難しいので、膝の裏、裏もも伸びてれば結論、それで OK です。頑張って呼吸止めないで、肩力入れないでくださいね。よっしゃ、OK。そしたら、左足伸ばしたまま、なるべくね、股関節広げます。で、そのまま体正面に倒しましょう。今度は左の内ももをストレッチしていきます。つま先倒れてもいいですが、なるべく真上向けておきましょう。左の内ももがね、伸びれば OK です。これ終わったらね、左右、両方とも足がね、伸びたの実感できるんで楽しみにしててください。あとどうでもいいんですけど、今日の T シャツはですね、どんべじゃなくて、のんべいです。はい、失礼しました。面白くないですね。呼吸止めないで頑張って。よっしゃ、OK。じゃあ最後、もう一回開脚してみましょう。いけるとこまで開脚して、ゆっくり前倒れましょう。理想は120度以上開いて、おでこが床につくこと。僕はね、さっき90度だったのが、だいぶ開きやすくなって、体も前に倒れるようになりました。皆さんどうでしょう？開脚行くようになりましたか？呼吸を止めないで。でね、このストレッチは物足りない方、これ追加でやったらさらに足伸びるよってやつを概要欄貼っておくので、ぜひ追加でやってみてくださいね。呼吸止めないで。できる限り前倒れましょう。頑張れ頑張れ。最後に一緒に足の長さチェックしますからね。OK。そしたらもう一回足伸ばして座りましょう。僕はですね、左右両方ともこれで揃いました。皆さんどうですか？変化をコメントでぜひ教えてください。お願いします。くるぶしタッチでーす。呼吸を止めずに。全身運動。そうか、これどんなメニューでしたっけ？これは有酸素運動と筋トレを組み合わせて、私のチャンネルの視聴者様がマイナス10キロ達成した足痩せ、全身の脂肪燃焼ルーティンですね。10キロすごいな。頑張りましょう。基本的にはこれ毎日ってことですよね。まあ1時間やれれば最高って感じですね。これ多分ウォーミングアップですね、一生懸命。その通りですよ、皆さん。まあまあ。まあまあ。あと10秒ぐらいかな。これ先は動きますね。いや、動きますよ。気合い入れて半袖短パンできました。素晴らしい。
はさあ次はです。ちょっとスクワットやっていこうかなと思います。はい。はい。まずはしっかりと足開いて、今ハーフスクワットやってみましょう。このまま、これだけ。で、ゆっくり戻す。はい。これだけ。そう、ゆっくり戻す。で、全部ね、しゃがむ必要なくて、膝をちょっと曲げて、お尻を少し下げるぐらいで全然 OK です。で、膝がこう、前から見るとね、内側に入りやすいんで、しっかり外に向けた状態。このお尻の付け根から内もものあたり効いていれば最高です。聞いてます。よいしょ。そう、膝どうしてもね、こうなっちゃうと、ももの前ばっかり効いちゃうので、なるほど。こういうふうにね、してみてください。そう。あと膝が前に出ないと言ってますよね。そうですね。こういうこと今上半身立ててわざとこうやってるので、そんなに前には出ないと思います。半分ぐらいで今 OK ですから。だんだんきつくするんでね。あ、なるほど。そういうこと。はい、わかりました。素晴らしい。で、連続はちょっときついですが、次は膝をこう左右上げるやっていきます。で、大丈夫な方はこうやってさらに膝を抱えるように。そう。で、速さはね、全く必要ないので、そう、一回一回全然ゆっくりで OK です。ちょっとこれ何か。そう。上げるときに息をふー今日深井さんめっちゃペース配分頑張ってます。いや、なんかゆっくりよりこっちは楽だな。そう、じんわりやるとね、軸足も結構ね、きついから。これ別にお風呂の前とか後どっちでもいいですよね。あ、そうですね。お風呂の後やっちゃって汗かくの嫌だわって方はぜひお風呂前に、やるといいと思います。まあ、続けられる方がいいですよね。続けられる方が。一番それが OK。 さあここでしっかりスクワットいきますか。はい。さっきよりもしゃがむ感じでやっていきましょう。目の前に物があると思ってそれをね触りに行く感じで、そうしっかり今度はお尻を下げます。グッとよいしょ。横から見ると少し体はね前傾しますので、今度はね立てないでこう少し前傾するつもりでやってください。お相撲さんのはっきよーいの姿勢っていう風に思ってます。あ、そうこれ膝を外ですね、ちゃんとね。そうですね。つま先が今45度ぐらい外向いてると思いますので、それに合わせて膝のお皿も少し外向くような感じで OK です。でもちろんきつい方は、はい、これで OK。体力に自信のない方、筋力に自信のない方はこれで OK です。これでいいですかね。あれそう、さあ自信のない方は今みたいにお願いします。やってる、頑張った。すごいな、ここまで頑張ってる。次は、はい、ちょっとね、頑張りましょう。ここから、内から外に回します。で、片方だけ、よいしょ。そう。なので、一回一回バランスを取るために、一回スッと、ちゃんと下ろして、やってみてください。こうやって話下ろすの？そう。手ついてるんです大丈夫？あ、もちろん。壁に手ついたりとか、しながらね、やってみてください。バランス取れない方はね。はい、よいしょ。だいぶ僕もちょっと膝がガクガクしてきたんですけど。さっきのね、スクワットのダメージもあるんでね。そう。ここで少しこう小さくやって、これをね、休憩にしても OK なんですけど、これ、あれ休憩が。わかりやすい解説ありがとうございます。そう。今みたいな休憩もいいかもしれないですね。はい。さあ、最後。よし。はい、OK です。いや、本領発揮してきたな。いや、もう、ちゃんと、そこ見ながら。反対ですよね。反対で頑張りましょう。はい。そう、柔軟性とかバランスとかに自信のない方は小さくで全然 OK です。で、だんだん、大丈夫だなって自分の中で出てきたら、大きくしていく。そう。最初小さくでいいです。はい。で、疲れたら、休んでください。そう。これ普段僕が散々、大きく回しましょうって人に言ってるから、あんまこれサボってたんですよ。そうですね。普段僕がサイン入って回しましょうって。でもやっぱり仰向けで回すのとはまた全然ね、違いますもんね。全部レベルが違う。こう重力下でやるとまた全然違いますもん。こっちのお尻も効くし。そう。だから結構一石二鳥とか、一石三鳥ぐらいになるトレーニングなんで。はい、OK。さすがだな。じゃあ、もう休憩です。上半身いきます。はい。もう全身の有酸素なんで、手の甲を前ですね。で、ここから開く、閉じる。はい、これだけです。開く、閉じる。で、開いた時に肩甲骨がグイーってやる。そうです。はい。で、その時にちょっとね、顎を上に上げとくと寄りやすくなります。肩甲骨が。こ
こういうふうに。そう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 。こう、せめてこの手が体の後ろに来るぐらいまでは。そうですね。できればこう耳の後ろぐらいまで。うん。で、その時に顔がこうやって出やすいんで、顎を上げるってことです。なるほど。そうそう。そうすると、そう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 、寄りやすいんですよ。普通にやったら僕、こうなったらね。そう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 。これね、寄りづらいですよね、肩甲骨が。なので、こっちです、こっちです。はい。そう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 。これ動き揃うとだいぶ怪しいですけどね。いい感じですよ、皆さん。そうそうそう。よいしょ。素晴らしい。それで、今の開いた状態。はいここから上に上げたり下げたりしましょう。はい、ここから。で、これもだんだん顎下がってくると少し動きが窮屈になりやすいですので、顎がちょっと上げたし、そうすると肩が動かしやすいです。はい。肘が体の後ろに来るんですね。あ、そうですね。そう。耳の後ろを通るような感じでやってください。もちろん、その肩の柔軟性とかに自信のない方は前で OK です。前で OK です。これでいいですか？うん。ご自身のできるレベルでやってください。はい。全然 OK。そう、しっかり寄せる。そう、ここね、しっかり脇をキュッと締めてあげると、もう脇肉がもうビュッと。はい、いい感じです。こんなにね、そう、あれこんなに手を上げるってなかなか日常でないんでね。まだあと3秒あります。最後の10秒サボるのを実践したいと思いま素晴らしい。じゃあ次は二の腕やっていきましょう。肘を後ろでこうやってで肘を伸ばす。はい。深井さんも横にぜひ。はい、そうですね。こうグッと手の甲が上向いてます。手の甲が上。そう。肘を伸ばすという動きの時にこの二の腕の筋肉がギューッと縮まります。ギューンって縮まりますので、肘は後ろであればあるほどきついです。はい。伸ばしきる。そう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 。なのでこの肘の位置ぜひ調整していただいて、下であれば結構弱めです。なので体力の自信のない方はこっち。これこそ結構こう上がっちゃう人いると思うんですけど、どうしたらいいですか？肩こうやって。あ、一回そういう時はね、こうぐるって回してストンってやってから、そう何回も何回もそうやってやってみてください。そうそう、それで OKOK。はい。そう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 。そう、上げてから。そう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 。で何回もねやり直せば全然 OK ですから。頭が下がっちゃう。そうなんです、そうなんです。OK。頑張りました。さあ、下半身に戻りますよ。では、足をね、前後に開いてみてください。はい。で、これも半分だけ、よいしょ。重心を落としてみましょう。ランジと言います。はい。半分だけ重心を落としてみましょう。で、後ろの足に体重かけすぎると、すっごいグラグラしますので、できれば前の方に6割ぐらい、7割ぐらい乗せるという感じ。はい。よし、私今日頑張るわって方は、膝をギリギリまで下げてみましょう。つかないギリギリまで。はい。基本は半分で OK ですからね。はい。これどうですか？お、いいですね。もっとギリギリいけるんじゃない？こね。もっといけるんじゃない？こお、いけるいけるいける。すごいっす。お、そう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 。すごい、いいフォームです。はい。あれ見てますよ、ちゃんとね。ねえ。あと3秒です。はい。あれいいですね、OK です。よーし。では、反対やっていきます。はいそう、半分って言いましたが、もう、ダメ。筋力自信ない、体力自信ないって方は、もっと半分でいいぐらいです。はい。なので、もう本当に、ちょっとでいいぐらいですね。れぐらい？そう。もう初級これ。初級これ。これで十分ですよ。これでも十分効きますよね。十分なんですよ。はい。なので、いける方は半分ぐらい。で、私、今日ちょっと頑張りますっていう人は、これぐらい。はい。なので、最初の、例えば15秒ちょっと頑張って、ね、最後の10秒は、ズボラ的に、ちょっとこう、こっちの人も全然できないですよ。バランス取れない。そう。もうちょっとね、前後開いた方が、意外と前後しっかり開いた方が、バランスは取りやすいです。皆さん、大股ってね、意外と大股です。皆さん、もっと大股で大丈夫ですから。これすげえ難しい。そう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 。バランス感覚もね、養われるのでおすすめです。素晴らしい。では次、このまま、つま先外に向けて、かかとを上げていきます。はい、簡単でしょ。簡単だ。ふくらはぎの引き締めですね。こう。そう。で、この、つま先をちょっと外に向ける理由ですけど、小指にも乗りやすくなるので、小指に乗りやすくなるとふくらはぎが内側も外側もしっかり両方鍛えられやすいのと、お尻もこうキュッと勝手に締まると思います。なのでそういうね、少しヒップアップ効果も狙ってます。そう、これがね、平行だとふくらはぎだけになっちゃうんですよ。
なるほど。はい。で、親指のラインの部分だけってなっちゃうんで、まあ、この向きっていうのがね、どうしても気になっちゃうんで、全体、鍛えるなら全体だなと思って、こっちです。はい、OK、頑張りました。またバランスですが、足を斜め後ろにこのままキックしていきましょう。はい。そう。体は正面のまま、足だけこう斜め後ろですね。足だけ斜め後ろ。はい。そう、斜め後ろ。ここら辺に誰かがいると思って、キックしてください。あんまり上半身こうしない方がいいですよね。そうですね。このままできれば。そう。あ、そう。今。深井先生がバッチリです。そう、このお尻の、いいですね。そう、たまにね、お尻触りながらやるとね、効いてるわーっていうの分かりやすいですからね。そう。これじゃなんですよね。そう、これだとお尻に効かないので、このまま体はキープしてやってみてください。なので、こう、中に捕まりながらでも全然 OK です。こうやってね。よいしょ。こういう感じ。さあ、3秒。安定してきましたね。OK。で、今のを反対もやっていきます。深井先生、大丈夫ですか？いきます。反対。よし。よいしょ。こう。そう。で、少し胸張る感じ。そう。はい。そうです。で、ここね。でも腰肉にも効く。腰肉にも効きます、これ。なので、さっき言ったように全身の脂肪燃焼ルーティンですね。そう。で、こう、お尻は本当にこの足痩せにはめちゃくちゃ大切な部分なので。これ足ついていいですよね、こうやってね、OK です。はい。なので、ぜひこのね、お尻から足をね、やってみてください。今本音がポロリってちょっと聞こえてきた。本音がポロリでしたね今。自分一人で撮影したらもうこれで最後の食事しちゃえって最後にしちゃうんですけど今日は一緒ですから、最後まで配られてますね、メニューが。OK です。頑張りました。さあ、さっき全身って言ったように少し全身動かしていきましょう。足上げて体をねじります。さあ、はい、でこっち。さあ、息吐きながら。で、結構その息吐くときに息吐くんですけど息む方が結構いらっしゃるんですよ。こうふーって吐く方いらっしゃるので、5割ぐらいの感じでこれがそうそれぐらいだとうまく力が抜けていい感じで動作できますので、こう思いっきり息吐くというよりはって感じ。吐いてみてください。よいしょ。深井先生、もっとねじれますよ。そう、さあ、あと3秒。はい、頑張りました。休憩ストレッチ。足を開いて、はい、左手を上げて、右手ですね。はい、皆さんは左手です。で、こっち、ぐっと、はい、少しね、浮き上がって、少しこのまま前屈していくと、はい、背中とか腰のあたり伸びまして、もう一回戻ります。はい、なので一番ご自身が気持ちのいいなーって思うポイントで少し3秒ぐらい止まって、でまた戻るっていうことを繰り返してみてください。はい、休憩ストレッチだけど意外とねちょっときついんで、はい、本当に休憩したい方はそのまま水分補給とかされてみてくださいね。そういい感じです。でも倒すのすらきつい人はこちらのね、皆さんから言って右手でこう体支えておくといい感じです。はい、OK です。はい、では皆さんから見て右手上げて同じようにやっていきますね。さあ、伸ばして、まずは普通に側屈横に倒していただいたら、そのまま前に手を伸ばしていって、一番ね、この腰が伸びるところ、気持ちいいなってところでやってみてください。深井先生どうですか？伸びてます？いや、伸びてるんですけど、これ、コンサートの視聴者さんとかお客さんはこれを普段やってるってことですよね。やってる方も多いですね。なんかその僕のがいかにズボラかって言われようかって言いますけど、もうちょっときついのないですかって最近言われるんですけど、なるほどなーって感じです。だからこれぐらいのレベルアップというか、はい、今までこう視聴者様が寝てやってたものを今立ってやってるようなイメージなんですよね。結構同じような種目多いんですけど、姿勢が変わるだけで寝てるか立つかだけでこれだけ違いますので、ぜひチャレンジできる方一緒にやっていきましょう。
さあではもうちょっとね、ストレッチやりたいんですね。手を後ろで組みます。こうやって。はい。はい。で、この手を後ろにぐーっと引っ張りながら胸を張る感じです。顎を上げちゃいます。この鎖骨からこの辺りですね。そう。で、少し、体で疲れてきてグラグラするなって方は、はい、足開いて、はい、安定させて、もっとこう、引っ張れる方は引っ張ってみてください。はい。僕合ってますか？あってます大丈夫大丈夫。このまま。そう。で、この手をもうちょっとこっち側に。これ肘伸ばした方がいいですよ、僕ね。伸びれるなら、柔軟性自信ない方は伸ばさない。無理です。はい、全然いいです、全然いいです。そうです。顎上がってるんですよ。顎上がってた方がいいです。顎上がってた方がこここれはどうなの、のか。そう、胸郭っていう部分が広がるので。ふわーって。そう皆さん伸びてます？バッチリ。オッケー。さあ、次はね、これを前でやります。前でやって、手を組んだら、体を丸めるようにして、こうわざと丸め。今度顎引きますよ。はい。で、手をぐーっと前に伸ばしていくと、今度この肩甲骨のあたりから背中のあたりがしっかり伸びてくれます。伸びてますね。いいですね。そうそうそう。で、これも、足閉じて安定しない方は足開いて安定させて、で骨盤もこう、ぐんと。ちょっとだらしない格好ですけど、この方が実は背中が伸びますので。わざと猫ですよね。わざとね、姿勢悪くするイメージですね。ちょっとだらしなく、だらーんって。すごい、この綺麗な、このカーブです、このカーブ。そう、ぜひ皆さんも、はい、息吐いてね。さあ、もうちょっと。OK でーす。さあ、では、使った足も伸ばしながら、若干のエクササイズなんですけど、体操のね、新脚のやつやっていきましょう。このまま止まります。はい。こう。そうです。で、今伸ばしている方、皆さんから見て左足だと思うんですけど、そのところをギュッとね、こう手で少し押してあげましょう。そう、膝をより伸ばす。つけても、こう上げても OK です。ご自身がやりやすい方でやってみてください。ほんのちょっとだけ、こうね、手で押して補助してあげると、よりここのラインが伸びると思います。めちゃくちゃ伸びます。はい。で、軸足ね、こっち押さえてるのきついんで、たまにこうやって、休憩しながら、はい、やってください。そう。もう皆さんこれだけ立って運動することをね、普段なかなかないと思いますので、もう全然ズボラじゃないですね。コンさんとね、コラボした月1ぐらいはこうやってやんなきゃな。強制的に強度をね、ちょっとそんぐらいじゃないと上げて。気持ち的にわかるんですよ。気持ちですか。で、今の反対やっていきます。はい。よし、やっていきましょう。ははい、こうぐっと。皆さんから見たら、右足を伸ばしていると思います。で、しっかりところ右手でちょっとこうクッとサポートしてあげる感じですね。皆さん多分コンさんのことご存知だと思うんですけど、ご存知ない方もいるけど、コンさんどんな普段チャンネルされてますか？私も寝ながらお腹痩せとか、あと立ったままお腹痩せとか、いろんなダイエットの、動画をですね、上げてますので、ぜひよければ遊びに来てください。あと渋谷でね、パーソナルジムも経営してますので。そうですね。はい。パーソナルトレーナーでございます。はい。あとコンさんすごいインスタがね、もう19万人だからインスタもぜひ見に来てください。ありがとうございます。皆さんでね、習慣化していきましょう、一緒に。はい。で一応僕もコンさんのコラボ動画なのでチャンネル出てますので、概要欄貼っておきます。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。よく頑張りました。自分に拍手しましょう。もしこの動画が良ければ、僕もコンさんもチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。一緒に頑張りましょう。